Engine for the life. 車で行こうです。今回紹介するのはスズキのコンパクト SUV 新型フロンクスです。スズキの世界戦略車としてインド、中近東、中南米などで先行して販売されていたフロンクス。生産国であるインドでは史上最速で販売台数20万台を突破したというモデルなだけに大注目です。新型フロンクスは扱いやすいクーペスタイル SUV をコンセプトに力強さ、上質さ、洗練さを併せ持つデザインで取り回しの良さと快適な室内空間を兼ね備えたモデルということですが、その走りはどうなのか楽しみです。はい、それではポイントを見ていきましょう。個性的なスタイルと高い機能性が自慢の新型フロンクス。そのボディサイズは全長 3995mm、全幅 1765mm、全高 1550mm で日常でも扱いやすいサイズのモデルです。エクステリアは流麗なクーペスタイルに存在感のあるフロントマスク、ダブルフェンダーによる力強さを演出した足回りなど個性を主張するデザインとなっています。インテリアはブラックとボルドーの配色と高輝度シルバー塗装の加色によりスポーティーで高級感がありながら SUV の力強さが演出されています。パワートレーンはマイルドハイブリッド付きの 1.5 リッター自然吸気エンジンで、トランスミッションは6速のオートマティックトランスミッションとなります。また駆動方式は 2WD と 4WD から選ぶことができます。安全機能ではミリ波レーダーと単眼カメラを組み合わせた衝突被害軽減ブレーキ、デュアルセンサーブレーキサポート2、アダプティブクルーズコントロール、車線維持支援機能などを標準装備としています。スズキフロンクスの価格はご覧のようになっています。クーペ SUV の走り、どんなキャラクターに仕上がっているのか楽しみですね。そうですね。はい、ということでこの後はいよいよ試乗です。今回は試乗会で前輪駆動モデルを試しました。スズキのクーペスタイル SUV 新型フロンクス。今回は前輪駆動のモデルを岡崎五郎が試乗します。Engine for the life. はい、今日はスズキのフロンクスに試乗しています。このフロンクス、ご覧のように SUV なんですけれどもクーペ的なフォルムにも仕上げていて、いわゆるアーバン SUV といいますかね、今すごく流行っているスタイリッシュな SUV ということになります。インテリア、これダッシュボード周り立体的なデザインですね。そこにピアノブラックと明るめの高輝度シルバー塗装を施したり、いい感じのボルドーレッド、赤みを抑えたちょっとブラウン的なレザーも含めてラグジュアリーな感覚すらありますね。このフロンクスなんですが、メカニズム的にはスイフト系と同じプラットフォームを使っています。エンジンは 1.5 リッターの直4です。今三輪乗車なんですけれども、全くその動力性能に対する不満不足感はありません。で、今高速道路をゆったりと流しているんですが、確かにこの直進安定性であるとか、このステアリングの利きの正確さとか滑らかさとか、そういうところは結構よくできてます。一方でちょっと路面が荒れてきたところではロードノイズの大きさ、ここがちょっと残念なところですね。デュアルセンサーブレーキサポート2、
これがねよくできてるんですよ。今回このスイッチをポンと押すだけで作動します。もう一つここにあるボタンをポンと押してやるとレーントレースも作動します。こうするともう軽くステアリングに手を添えているだけで高速道路前の車との車間を一定に保ちつつステアリングアシストもしてくれます。そのあたりの制御の質みたいなところ相当これ練り込まれてきています。さあ一般道に入ってきました。これスイフトで定評のあるプラットフォームを使っていて、なおかつハンドリングにもこだわるということで日本仕様5欠のホイールですね、しっかりと締結させて剛性を高めてハンドリングを良くするという結構こだわりを与えられている車なんですが、普通にこういうところを走っていて思うのはステアリングのレスポンスを極端に引き上げようという意図は開発時にはなかったんだろうなということです。こうしてステアリングを切ってみても想像以上にキュッキュッキュッと動くような感じではなくてすごくしっとりと動いてくれるんですね。インテリアすごくよくできているんですが、一つだけちょっと気になったのがこのルーフトリムです。このちょっと肝タイプなんですけれども、これね質感があまり良くないんですよ。ここまでインテリアをせっかく立派にしたんだったらもうちょっといい素材をルーフトリム使ってやるともっとね全体の感触良くなったんでしょうね。今上り勾配入ってきましたが、3人乗車でもやっぱりこの6速 AT と 1.5 リッター4気筒エンジンの組み合わせすごく余裕ありますね。ちょっと狭いところなんですが全幅 1765mm 結構ワイドに聞こえると思うんですが幅方向の車両感覚はつかみやすいですね。割と取り回し性扱いやすさっていうのはありますね。運転に自信のない方1765っていう数字を見るとちょっとね尻込みしちゃう方いらっしゃるかもしれないんですけれども、ある程度慣れてくれば意外これいけるねと感じる方がきっと多いと思います。最近はコンパクトな SUV が各社から出てきたホンダが WRV、 これもインド生産だったんですけれども、でマーケット全体が SUV 人気すごく高まっている中でこのフロンクス登場してきたわけなんですが、やはりこのクラスの中ではデザインとかそれからインテリアの質感とかそういうものに関しては競争力のある車に仕上がっていると思います。今回ね試乗コースの関係上ワインディング走れなかったのは残念なんですけれども、この辺り藤友がね別途乗っているということで報告スタジオでしてもらうとして、全体的になかなかこれは魅力的な車に仕上がっていると思いました。スズキが投入するこのフロンクスですね、すごくこれ注目に値する1台だと思いました。はい、それでは燃費の報告です。今回試乗会での試乗となったんですけれども、高速道路一般道およそ60キロ走って燃費リッターあたり16キロ 2WD ですね16キロとなりました。ともちゃんはワインディングというかコースで走ってるんだよね。そうなんですよ、でそれがまたハンドリングが気持ちよくて、スイフトみたいにキビキビとは違って、五郎さん試乗で言ってたみたいにちょっとゆったり穏やかな性格もあるんですけど、車と対話しながら気持ちよく走れる感覚があって、やっぱスズキの世界戦略車の良さがあるなっていう感じでした。そうだね、日本仕様だけ5欠ホイールにしたっていうのもこだわりだしね、あとはこれコンバイナー式なんですけどヘッドアップディスプレイがついていていいなと思ったのは、これ物理ボタンちょうどいいところにボタンがあって高さを調整できるんですよ。もう多くの車最近はメニューの奥深くに入ってて高さ変えられない、そうすると身長が違う人が乗るとよく見えないというのが多かったんで、この辺りのそのスイッチのまとめ方とってもいいなと思いました。はい、さてここでフロンクスのユーティリティチェックです。まずは後席への乗り込みです。クーペ SUV ということで屋根の高さが低めなんですよ。これ機械式駐車場に収まるんですけど、ね、でただ座るときはですね、床は高い割に天井がちょっと低いということで、横は広いんですけどちょっと体かがめながら乗り込むイメージでした。実際の空間です。
で実際乗り込んでしまうと結構ゆったりしておりまして、膝前はげんこつ4つ、そして頭上はというとこの状態で、げんこつ 1.5 個分入りました。でこのシートの後ろ側にポケットがあるので、荷物差し込めるのと、ドリンクホルダーはドアのポケットに2つ、あとは USB のタイプ A とタイプ C が1つずつありました。ラゲッジスペースです。これ実は結構実用的で、クーペ SUV っていうとこうデザイン優先に思えるんですけど、開口部もしっかりあるのと、あと少し垣根はあるんですが幅と奥行きはしっかりありました。さらに嬉しいのがこのフロアボードなんですよ。床下に傘なんか隠しておくこともできますし、さらに背の高い荷物乗せたいときはこのように折りたたんであそこにはまるので、これ結構便利ですよね。そして後部座席のアレンジ、60対40の分割可動式、使い方もシンプルで分かりやすいです。かっこいいんだけど広くて、しかもラゲッジボードしっかり作り込まれてるあたり、なかなかのもんだね。ですね。はい、この後はメーカーの開発担当者の方にお話を伺ってます。それではチーフエンジニアの森田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、森田さん、今試乗をさせていただいたんですけれども、このフロンクスはまさにその外観とかインテリアとか、かなり今までのスズキの車の中では相当上質で上の方を狙ったなっていう車だったんですけれども、これ元々のコンセプトってのはどんなところにあるんですか？元々のコンセプトは蒸気を狙ったわけではないんですよね。このクーペ調の SUV、 これをどうやって作っていったらいいかっていうところから始まって、お客さんの声を聞く中で必要な要素を入れていった結果がこういう車になったという形になってます。僕がこの車のデザインで気に入ったのは、斜め後ろから見たところルーフがぐっと下がってきて、でリアもちょっとキュッと薄くて、すごいスポーティーですよね。やっぱスポーティーなシルエットの車、そこと、実はフロント側でいうとすごく力強さがある、これの融合っていうのがすごく気持ちいいスタイリングになるなっていうところが、これ実はお客さんの声から分かってきたのがあって。でお客さんのこれもういろいろインタビューしてお客さんの家行って話を聞いていく中で、あるお客さんが力強くて美しいのを合体したものっていうのが俺好きなんだよねみたいな話をしてて、力強いと美しいもの合体かって、イメージは分かるんですけど、その中でそれどんなものですかねみたいな話をしたら、いやこれだよっつって、そこに飾ってあったサラブレッドが走ってる絵を見せてくれて、確かにすごく力強さ、筋肉質なものと美しさって、サラブレッド持ってるなと思ったんですね。でそうするとなんとなく力強さと美しさの融合っていうのイメージがちょっと湧いてきまして、でデザイナーの方にはすごく存在感のあるデザインの中に力強さと美しさを一緒に入れてほしいということでスタートしましたね。で走りなんですけど、今回どんなところに走りはこだわりを持って作られたんですか？一番は運転していて楽しくなるような車っていうところ、これコンセプトに走ってたんですね。でその楽しいけれどもやっぱり安心安全でありながら楽しいっていうところがこの車に欲しいところかなと思って作りました。やっぱり安心安全で楽しいっていうのは何かなと思ったら、路面を捉える感覚だとか、そういうところを残しながら少し入力を感じながら走っていくっていうことで作り込んでいった結果だと思ってますね。なのでこれスイフトのベースプラットフォーム的にはということで、すごくスポーティーな車なのかな、だとしたらとってもなんか楽しみだなと思って乗ったら、ステアリングを切った時の反応とかはスイフトよりもちょっとしっとりしていて抑えられている。これは SUV、 この車のコンセプトに合わせた味付けをこれ多分してんだろうなと思いながら乗ってたんですけど、これやっぱりあえての味付けなんですね。あえての味付けですね。やっぱり私たちスポーティーに走れるというのでスイフトを持ってるもんですから、スイフトの良さを生かしながらやっぱり SUV としてのやっぱりしっとり感というか、安心感というのを出したいなと思って、割と私もスイフトを乗り込んで、やっぱりこの車はこっちの味付けにしたいということで作りました。もうこのフロンクスも登場してからそんなに時間経ってないけど、もうなんか20万台とかいってるらしいですね。2023年から発売して今1年半になりますけど、そこでもうインドの中で20万台
売れてる車になってます。まあ、このねインドでの大ヒットに続いて日本に投入して、どういう反応が出るかってちょっと今から楽しみなんじゃないですか。すごく楽しみですね。日本人が嬉しい車っていうのを作りたいと、思いで作ってます。でさらにこの車開発中も私もずっと試乗を繰り返してやってますけど、自分ですごく嬉しく楽しい車ができたなと思ってまして、これを実は皆さんに乗っていただいて共有していただきたいという思いでいますので、皆さんの反応がすごく楽しみですね。なるほどね。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ではここでフロンクスの評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸。コストパフォーマンスの高いスタイリッシュな SUV、スタイリッシュであるということに対しておそらく多くの方が賛同していただけてるんじゃないかなと思います。でコストパフォーマンスにしてもこれだけの安全装備がついていて、内外装の質感が高くて、それでFF だと250万というところはもうこれ文句なしにコストパフォーマンス高いんだろうなと、ですからもうそこそこの車でいいやじゃなくて、ちょっと頑張ってこういう車乗りたいななんていう若い人なんかにはね、ぜひこの車目を向けていただきたいなというふうに思いました。で×、これはざらついた路面でのロードノイズです。結構この車内外装がいいもんですから、どんどん自分で乗っていて知らず知らずのうちに評価基準上がっていっちゃうんですよ。でその上がった評価基準でいくとロードノイズをもうちょっと下げると、もう全体的にもっとクラス格上の感じが出てくるので、そのあたりタイヤの選択とか空気圧の設定とかね、そんなあたりで改善していってくれたらなというふうに思いました。はい、私は丸なポイント、これはスタイリング、積載性、走りの気持ちよさ、機械式駐車場 OK という隙のないモデル、前高を低めているのでボディの車幅1800ミリ以下なのにあれだけワイドに見えるスタンスもかっこよく見えますし、それでいて室内空間結構実用的で、後ろ大人が座れたり、あとは荷室もすごく仕立てがしっかりしてましたよね。で何といっても走りの気持ちよさ、いやこれは本当に乗ってみるとファンになっちゃうモデルの一つだと思います。最小回転半径 4.8 メーターでスイフトレベルなので、小回り性が効くのもおすすめポイントです。そしてバッテン、これはハンドルの切り始め、U ターンをする時などちょっとパワステのフィーリングが気になるところがあるな、走り出しちゃうと楽しいのであんまり気になりにくいんですけど、ちょっとわずかに切りました時の、フィーリングがもう少しスムーズだとさらにいいのになとか、あと U ターンする時にちょっと切ってる時の腕にかかる反力がちょっと重ためだなって感じる瞬間があるんで、五郎さんが言ってたみたいに、自分の尺度ちょっと上がってしまうと期待感が高まるなというところですね。はい、ということで2人の評価このようになりました。 Engine for the Life。ここで視聴者からのメールご紹介します。兵庫県30代の方です。我が家では日本車と外車を1台ずつ所有しており、両方に乗るとウインカーとワイパーを間違えて操作してしまうことがあります。お二人とも間違えることありますか？間違えないコツがあれば教えてください。いやあるよく間違えるよね。自分の車で間違えることありますからね。だからもうコテコテのドメスティックな日本車、例えば前のクラウンみたいなのだったら多分間違えることはなかったんですけど、なんかちょっと移住車的なね、香りのする日本車に乗ると左でね、レバーやってウインカーつかないみたいなあるよね。ありますよね。はい。確かにここに実は書いてあって、日本車と念じることが大事でしょうかっていう一文もここにあるんですけど、それは大事かもしれないね。いいアイデアですよね。はい。ということで今回はね、鈴木のフロンクス取り上げたんですけど、ともちゃん改めてどうでした？いややっぱり鈴木って、走るの楽しい車、スイフトもそうでしたけど、また1台増えたなという印象でしたね。でしかも鈴木の車作りってやっぱりこれだけすごく立派なね、質感の高いものを作ったんだけど、値段はそこそこに抑えるとか、重量を見てみるとライバルたちより軽いとか、そういうところでブレてないっていうのはすごいよね。そうなんですよね。それが走りの運動性能にもいい効果があったり、燃費性能も高まったり、しかもこれ後席の人と一緒に楽しめるっていうのはいいですよね。そうだからもうこのクラスの SUV でかっこよくて走りが良くて、しかも立体駐車場に止まるって、ともちゃん丸に書いてたんだけど、まさにこれはね、全方位でなかなかいい車だなって思いましたね。同感ですね。はい、ということでまた来週お楽しみに。
旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。 TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。Engine for the Life